西郷隆盛の幼少期のエピソード。イントロダクション。西郷隆盛は幕末の日本で活躍した偉大な志士であり、明治維新の立役者の一人です。彼の生涯には多くのエピソードがありますが、今回は彼の幼少期に焦点を当ててみたいと思います。ずんだもんと四国メタンが対話形式で、西郷隆盛の幼少期に関する興味深い話を紹介していきます。西郷隆盛の家族と幼少期。西郷隆盛の幼少期について教えてほしいのだ。西郷隆盛は1835年に薩摩藩の家に生まれたの。彼の父は藩士であり、母は農家の出身だったの。幼少期の西郷隆盛は家族と共に薩摩の田舎で過ごしていたわ。彼は自然豊かな環境の中で育ち、幼い頃から勇敢で活発な性格を持っていたの。西郷隆盛の家族は彼の成長にどんな影響を与えたのだ。西郷隆盛は父の教えを受けて育ったの。彼の父は厳格な人物であり、勤勉さや忍耐力を重んじる教育を言っていたわ。また母からは家族の絆や思いやりの大切さを学んだの。このような家族の影響が後の西郷隆盛の人格形成に大きな影響を与えたと言えるわね。西郷隆盛の幼少期の遊び。西郷隆盛は幼少期にどんな遊びをしてたのだ。西郷隆盛は田舎で育ったため、自然と触れ合うことが多かったようね。彼は山野川で遊ぶことが好きで、特に剣術や馬術に興味を持っていたわ。また読書も彼の幼少期からの趣味であり、広く知識を得るために努力していたの。幼い頃から彼は冒険心旺盛で、自分の興味や好奇心に素直に向き合っていたの。西郷隆盛の幼少期の教育。西郷隆盛は幼少期から教育を受けてたのだ。そうよ、西郷隆盛は薩摩藩の教育機関である講道館に入学したの。講道館は藩士の指定のための学校であり、儒学や武道など幅広い教育が行われていたわ。西郷隆盛はここで学問と武術を学び、幼少期から優れた教育を受けることができたの。講道館での教育についてもっと教えてほしいのだ。講道館では儒学や武道だけでなく、漢詩や書道なども学ぶことができたのよ。西郷隆盛は積極的に学び、将来のために必要な知識や技術を身につけていったの。また講道館では藩士の子弟たちが集まり、切磋琢磨する機会もあったわ。これが後の西郷隆盛の人格形成に大きな影響を与えたの。まとめ。彼の家族や幼少期の遊び、そして受けた教育が、彼の将来に大きな影響を与えたことがわかります。西郷隆盛は幼い頃から勇敢さや知識欲を持ち、自らを成長させるために努力していました。彼の幼少期は、後の彼の人生において重要な基盤となったのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。